皆さん、こんにちは。今日はね、YouTube を、ちょっと更新しようかなと思います。よろしくお願いします。もう夏真っ只中で、どうお過ごしでしょうかね。お盆なのかな、世間ではね。もうお盆なんで、地元、田舎の方に帰ってお墓参りする、方だったり、遊びにね、行く方もいるでしょうし、いや、俺は家でベース弾くぜっていうね、男前のね、方もいると思うんで、今日はちょっとね、ベースの動画を撮ろうかなと思うんですけど、一緒にね、練習できたらいいなと思って。ただね、普通に練習してても、面白くないんで、2022年僕が、出会った、最強にかっこいいと思った、キラーベースラインを使って、リズムのちょっと練習とか、ちょっとニュアンスの付け方とかね、ちょっと一緒にできたらいいなと思ってるんで、ぜひ、ビール片手にね、ベース片手に、お付き合いください。よろしく。乾杯。そうで、今年ね、出会った最強のベースライン。今年の曲じゃないんですけど、今年に出会ったっていうことで、ちょっと今ね、動画撮ってるんですけど、とりあえずどんなもんか聞かせてみろや、みたいなね、感じだと思うんで、ちょっと俺弾いてみるんで、ぜひね、聞いてみてください。かっこいいっすよ。どうぞ。Don't even gotta try. I like shot a nigga better over time. They just say I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah.こんな感じです。めっちゃかっこよくないですかこれ。もうね、俺初めて聞いたとき、ベースが入ってきた瞬間、マジ鳥肌立って、かっこいいと思って。これ結構ね、もういわゆるファンクのベースですよね。速いね、スラップとかも、いいんですけど、やっぱね、俺はこういうベースラインが好きなんだなってね、改めて思って、もう重心の低いところで、うねってるみたいな。で、ずっとこのフレーズなんですよ、この曲。曲の頭から最後まで。だからこのね、ベースラインが弾けたら、この曲一曲丸々弾けるんで、ぜひね、初心者の方とかもね、一緒にやってほしいんですよね。割とベース始めたばっかでも、この曲、一週間死ぬ気で練習すれば、弾けちゃうような、フレーズだと思うんで、ただそっから先がね、難しいと思うんですけどね、そのニュアンスの付け方とか、リズム感とか、グルーヴ感とか難しいと思うんで、それを一緒にやろうかなと思います。で、この曲は、知ってる方も多いと思うんですけど、リゾっていうアーティストの、曲で、2019年のジュースっていう曲なんですよ。今年の曲じゃないんですよ。で、僕ね、リゾって俺今年に入ってから恥ずかしながら知って、2022年。グレイのね、ジローさんから、ナオトくんリゾ、ね、知ってますかみたいな。About Damn Time っていうね、曲のベースがすごいかっこいいからぜひね、聴いてみてくださいっていうね、やりとりさせてもらって、知らなかったんで、ジローさんがかっこいいっていうのはどんな感じかなと思って、聞いたら、めっちゃかっこよくて。で、About Damn Time、僕、それでも聞いてすぐコピーして、で、YouTube にもね、コピーした動画を、3週間前ぐらいにアップしてるんで、ぜひ、チェックしてもらいたいんですけど、これはほんとベーシストが、弾くべきベースラインみたいな感じの曲なんで、それも。で、それでリゾがすごいかっこいいなと思って、今年もね、新しいアルバムね、出たんで、それも全部聴いたし、で、昔の曲もね、いろいろ聴いてたんですよ。そしたらこのジュースっていう曲に出会って、ベース入ってきた瞬間、わーって鳥肌立って、かっけーと思って、そっからね、もう俺多分200回ぐらい聴いたし、この曲。多分100回ぐらいこのベースライン弾きました。ちょっと弾いてみますね、ベースライン。1、2、
こういうベースラインなんですけど、まあ本当にね、さっき言ったように、簡単なんですよ、すごく。まあ初心者の人でもね、頑張れば1週間でできんじゃないかぐらい簡単なフレーズなんですけど、ただね、これにはね、やっぱいろいろな、なんかこういうかっこいいなって思わせる要素が詰まってて、その辺をね、今日は、一緒にやろうかなと思うんですけど、もう一回ちょっとクリックに合わせてやってみます。テンポ120ですね、これ。1、そう、こういうフレーズなんですけど、まずこれを、まあ、コピーしてください。僕のね、今弾いたのを何回も見て、とか、あと原曲を聴いてね、何回も聴いて、まず耳コピーしてほしいんですよね。タブ譜ないんすかみたいな、よくあるんですけど、僕的にはやっぱいきなりタブ譜使うっていうのはあんまり良くないなと思ってて。で、その理由は、まあ、二つあるんですけど、僕の中で。やっぱ一つは、やっぱ耳コピする能力を、やっぱり絶対、耳で取って養った方が、いろんな面で役に立つっていうのが、あるのと、あとね、一個、まあ僕、一回ね、タブ譜確認してみたんですよ、この曲のね。どういうタブ譜がアップされてんのかなと思って、ネットで調べてアップしたら、こういう風になってたんですよね。1、2、3、4。っていう、こういう風にね、開放を使う感じの運指。で、これはこれでね、全然正解だと思うんですけど、僕のこのベースラインで一番かっこいいなって思うところが、これですよ。このね、っていうのが勇ましすぎてかっこいいなと思うんですよね。そのうねってる感じが。だからなんか開放使っちゃうとなかなかそれが出しづらいというか、すごくねタイトに弾けるんですけど、その運指の無駄もないし、ただなんかこのね耳で取った時にこのピッっていうなってるこのうねりがすごいかっこいいなと思ったんで、やっぱそれは大事にした方がいいなと思ってて、でそれをねいきなりタブ譜を使って弾いちゃうとやっぱタブ譜見ちゃうんで、それ通りに弾いちゃうと思うんですよね。そうするとね、なんかそのうねりがやっぱ出なくて、もったいないというか、そう、もうちょっとなんかこう深掘りして話すと、やっぱり昔あったんですけど、僕も。例えば、A の音ですよね。なんかこう、タブ譜では、こう、ってこういう風にね、なってるけど、原曲聴くと、絶対こっちでしょみたいな。これでもない。あとこっちになったりとか、これも同じ音なんで、じゃなくて、いや、原曲はこっちだよな、みたいな。で、それでね、タブ譜はなんか、やっぱり当てになんないなと思って、いや、当てになるやつもあると思うんですけど、なんかこうやっぱ絶対原曲はこっちだと思って、それを無視して練習したりとかしてたんですけど、なんかその感じってやっぱすごい大事だなと思ってて、同じフレーズを弾いてもね、ここで弾くのと、ここで弾くのって全然ニュアンスが違うし、なんて言うんだろう、どっちも正解なんですけど、それがね、なんかこう、その違いがベーシストのその個性につながるというか、だからさっきの About Downtime も、で弾けば、無駄がないんですよ、運指に。すごく楽だし。でも、この無駄のある動きが自分はかっこいいなと思うし、このうねり、太くうねる感じがかっこいいなと思うし、なんかその辺は両方正解なんですけど、完全にベーシストの個性とかセンスにつながるんで、それはね、なんかこう大事にするためにも、やっぱ耳コピっていきなりタブ譜本当に難しくて取れないところがあればタブ譜使うのはいいと思うんですけど、いきなりタブ譜使うよりは絶対耳で取った方がいいっていうね。で、このベースラインなんか本当に誰でも取れると思うんで、何回も何百回も聞けば。まあそういうわけで、まず耳コピしてください。はい。そうなんですよ。で、まあ何からね、
やっていこうかなってもう何も決めてないんですけど、まずね、この曲のその、いわゆるニュアンスというか、音符の長さが結構、ものを言うベースラインだと思うんですけど、まず僕が一番初め思ったのは、すげえ勇ましいベースラインだなと思ったんですよ。で、ドラムはなんかこう、プッチッ、ドッドッチッ、ドッチッっていわゆるこう、ドッドッチッ、なんかちょっとディスコっぽいビートで、リゾが、なんかこうちょっとラップっぽいね、のが入って、で、そうなりながら、ひたすらずっとベースがこうやってるっていう。なんかこう、下の方でうねってるっていうね。だからこのドラムとリゾのそのボーカルを、なんかこううねりながら接着してんですよね、この下の深いところで。それがすごいかっこいいなと思って。ただそれってやっぱそのいろいろな要素があって、まず一番初めに言いたいのが、音符の長さがすごく難しいんですよ。スタッカートで弾いてるんですけど、ちょっともう一回クリックでね、やりますね。スタッカートなんですよ。結構ね、スタッカートなんですけど、ギリギリまで音符を伸ばしてるというか、切りすぎると、これはこれですごく歯切れがあってリズム感が出るんですけど、いわゆるちょっと勇ましさが減るというか、で、逆に、音符を伸ばす、もう本当にスラー気味で弾くと、これはこれですごく、勇ましいんですけど、ちょっとのっぺりしちゃうというか、だからね、その塩梅が結構難しくて、スタッカートなんですけど、目いっぱい音符を伸ばすっていうか、そうやって弾くことによって、この、なんかこう、ね、重心の低い、かっこいいうねりが出るのかなと思うんで、ぜひこれはね、意識してやってください。で、このベースラインだけの問題じゃなくて、なんかこう、で弾くのと、ね、同じ音でも音符の長さの、を、いろいろコントロールできることによって、いろんな曲のベースラインで役立つと思うんで、ぜひね、なんかその辺意識して、やってもらえたらいいのかなと思います。が、まあ、そのいわゆるニュアンスというか、その辺ですかね。この僕が好きなこう、ってなる感じとか、この音符の、っていうね、この辺を判断するっていう。で、自分が、まあでも、原曲を何百回も聴くのが一番なんて言うんだろう、一番いいと思うし、自分はこっちの方がこんぐらいかっこいいなと思うんだったらそれを判断してもらうといいのかなと思います。はい、じゃあ、その辺がニュアンスのことで、リズムですよね。今、クリックで120でやってます、これ。パッってね。で、これに、まず、やっぱ合わないって弾いてて、やっぱ合わないっすわっていう方は、もう何回もやって、120で頭でね、一拍ずつカウント出して、合うようにまず弾けるようになってもらって、で、まあそっから話をね、それが前提で話を進めていこうかなと思うんですけど、まあこういうのって、やっぱこう、なんて言うんだろう、ベース一
やって上級者にこうね、なっていくと、テンポを半分にして、裏でね、ってね、でやるっていうね、方法があると思うし、俺もね、それめちゃくちゃやってきたんですよ、やっぱり。言われて、クリック裏で取って、半分にして、できるみたいな。初め全然できなくて、クソーって言ってやってたんですけど、それはね、多分絶対役に立つ部分もあると思うんですけど、俺最近ね、なんかすごいね、また考え方がすごく変わって、これまたなんかちょっと、僕のなんか勝手な今のね、妄想のリズムの話になるんですけど、いわゆるこう、ブラックミュージックやるね、その黒人のベースってすごく、やっぱりたっぷりしてるし、後ろ乗りで、2音がね、しっかり出てて、こう、後ろ乗りで、やるイメージがあって、だからそのね、いわゆる、半分にして2音でやって、やるっていう練習とかもやると思うんですね。自分が頭を作るっていう意味でも。で、ただ、なんか、最近なんか自分のベースが、ちょっともったりしてんなって思うことが、やっぱりあったりとかして、ってなんかいろいろ研究してたんですけど、2音はね、もちろん大事なんですよ。この2音。後でまた、説明しますけど、ただ、この、この、1、2、3、4っていうのは、めちゃくちゃやっぱここ大事なんじゃないかなと思ってて、いわゆる、さっき言ったようにブラックミュージックの人ってすごいたっぷり弾くし、すごく2音が見えるし、後ろ乗りなんですけど、なんかね、スピード感がすごいんですよね、なんか。だから、後ろで弾いててももうなんかこう、もったりしないっていうか、ドラムにしろ。すごく後ろ乗りなんですけど、スピード感がすごくて、それってやっぱ僕絶対必要だなと思って、でそういう意味でも、ここのスピード感って、めっちゃ大事にした方がいいと思って。こうで、ここで、それで、2音意識するっていうか、ここのスピード感を意識してないと、このフレーズもね、なんかもったり聞こえたりとかすると思うんですよね。だからそういう意味でも、今、別に、テンポ半分にして、裏拍で、今日はやりません。この、頭で、やっていこうと思います。このスピード感も意識しながら。そう。で、ただ、この曲に関しては、やっぱり2音、2、3、4、2、3、4のこの2拍目と4拍目の、意識するのは絶対必要で、特にこのベースラインは4拍目がすごく重要だと思うんですよね。ここはなんで大事かというと、曲聴くとね、わかるんですけど、そこに、スネアが入ってくるんですよ。ベースが、急風のところにね、スネアがドンと入ってくるんですけど、そこがめちゃくちゃ気持ちよくて、だからそこを意識せずに、ベースを伸ばしちゃって、スネアの音をかき消すと、一気にその気持ちよさっていうのがなくなるから、そこは、っていうのは自分で、ベースの音止めた時に、ガーンっていう、ベースの音は止めるけど、グルーは止めないというか、そこはなんかドラムのスネアに任せるみたいなイメージで、なんか弾くと、めっちゃ気持ちいいんで、ぜひね、4拍目を、意識しながら、弾いてみてください。2音ですよね。この、2音を意識しながら、みたいな感じで、このノリをやりながら、ただスピード感はね、絶対必要っていうね、さっき言ったように。これを踏まえて、一緒にやっていきましょうか。で僕が2周弾くんで、2周弾いてください。ベース持ってなかった人は、ベース早く取ってきてやりましょう。そんな感じで、いきます。
いっすね。めっちゃグルーブしてます。はい、そんな感じで。ね、どうだったですかね。なかなかこう、手こずったって方はね、何回も巻き戻して、ちょっとね、僕が弾いたフレーズをね、コピーしながら。で、まあ、やっぱ一番は原曲をね、いいヘッドホンで、低音が鳴るいいヘッドホンで聴いて、このうねりを、弾けるように、ね、なってみてください。はい、そんな感じで、もう練習はね、終わりましょう。そんな感じで。いわゆる、僕こういうのがキラーベースラインだなってすごく思うんですけど、なんか、皆さんのね、思う、キラーベースライン、いわゆるワングルーブでね、こう、やってるキラーベースラインあったら、ぜひね、コメントで、教えてほしいんですけど、まあ、例えば、僕って言うと、2017年の曲かな、あれもうほんと多分5年前ぐらいだと思うんですけど、マックミラーのアッツアユーズとかも痺れましたね、この。とか、シックのね、グッドタイムズとか、いっぱいあるんですよ、このキラーベースラインって。で、俺もやっぱね、一ベーシストとして、なんかこう自分が携わらせてもらう。なんかちょっと敬語難しいんですけど、ね、自分が関わらせてもらう楽曲にいつかこういうね、ベースラインを残したいなと思って、いつか死ぬまでにこういうキラーベースラインをね、残したいなと思って、思ってます。そうなんですよ。まあそんな感じで、今日は、リゾのジュースのね、ベースラインを、一緒にやったんですけど、もうほんとこの曲ね、もし今日ね、動画ね、私ベース始めてで、まだ1ヶ月なんですとかね、俺はベース始めて、まだ1週間ですとかね。とか、もう、俺はもうベース歴30年ですみたいな人でも、まあもしこの曲知らなかったら、これもう今のフレーズ弾くと最後まで弾けるんで、ぜひね、音源とかに合わせて一緒にやってみてください。結構中毒性があるベースラインだと思うんで。はい、そんな感じで今日はね、動画を終わろうかなと思います。うまく撮れたかな？ちょっと、お盆、甲子園も始まって、僕夏はね、甲子園ここ3年ぐらい大好きで見てるんですけど、僕出身が下関なんですけどね、下関の高校が、残っとるんで、ぜひ皆さん甲子園で見てる方は下関の、高校応援しちゃってください。俺ね、このお盆は甲子園を楽しもうかなと思ってます。そんな感じで、体調には、くれぐれも気をつけて、いい夏にしましょう。最後まで、見てくださってありがとうございました。じゃあ、またね。Like a crystal ball, that's cool, baby. So is you. That's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't even gotta try. Now you know. I like shot a nigga better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch, you lie. It ain't my fault.